こんにちは、盆栽職人南としです。今回は12月にある盆栽の手入れについて動画にしたいと思います。アクション！12月ですね。小白でいうともう針金掛けがメインになると思います。針金掛けのってどうやるのかっていうのは結構他にも動画出てると思うんですよ。そういうのを見て勉強してもいいかなと思いますし、実際に盆栽園が近くにあるとか針金がかかってる盆栽を見れる機会があるんだったら、そういうのを見てこういうふうに巻いてるんだっていうのを見ていただければすごく勉強になるかなと思います。針金掛けって何のためにするんですか？針金静止って整える姿と書いて針金静止なんですけど、形を整えるんですよ。枝を下げたり枝を必要なところに持ってったりして大木感を出したり古木感を出したりするのが、針金掛けになります。針金って言っても基本的に使うのはこの2種類になります。こっちの黒い方がアルミ線ね。でこちら側が銅線になります。銅線に比べて柔らかいし値段も結構安いので、初心者の方はこのアルミ線を使っていただけたらなと思います。別に姿を変えたくない人はかけなくてもいい。そうですね。今の状態がいいとか針金をかけるってちょっとかわいそうだなって思う人も中にはいるので、そもそもまだかける段階じゃない、芽数が少ないし枝の数も少ないしかける段階ではないと思うんだったら無理にしなくてもいいと思います。じゃあかけない人は12月って何かやることあるんですか？もう特にないですね。水やりぐらい？水やりぐらい。肥料もやらなくていいし、消毒ももうしなくていいし。そうですね。僕ら冬の消毒石灰溶合剤っていうジンとかシャリって白くなるじゃないですか、あれ石灰溶合剤っていうものを塗ってるんですよ。臭いんですよ。だから住宅街とかでもできないし、マンションとかましてマンションとかなんて絶対できないです。一般の人がやるとあれ硫黄の匂いがすごい強いんですよ。硫黄にね。硫黄になんですか？硫黄にね。硫黄にそう針金かけませんっていう人はとにかく水の管理かなと思います。次臓器なんですけど、これカエデなんですよ。落葉後葉っぱが落ちた後ですね。枝ぶりがよく見えると思うんですけど、この塊見た時にこの塊これだけ長くないですか？長いですよね。とかこの塊見た時にここやけに長くないですか？っていうのが葉っぱが落ちるとよくわかるんですよ。これが葉っぱがあるとなかなかどういう枝ぶりなんだろうっていうのが分かんなかったりするんですけど、こういうふうに落葉後はよく枝ぶりが分かりやすいんで、この間に剪定をします。落葉してなかったら剪定しちゃダメなんですか？輪郭があったらそこから徒長して伸びてるやつとかあると思う。そういうのはもう切っちゃってもいいと思うんですけど、葉っぱが落ちた後全体が見えてる状態でやった方がより分かりやすいしいいかなとは思いますね。できなくはないです。じゃあ臓器でも12月で落葉してないやつはまだ待った方がいいみたいな感じですか？落葉するはずなのにしてなかったら待った方がいいですね。待った方が多分分かりやすいと思います。落葉しないやつは関係ないよっていう話。そうですね。とりあえず今回は落葉したやつの剪定っていうところなので、12月は臓器には針金ってかけないんですか？臓器はですね、基本ハサミ作りっていうのが基本なんですよ。だからハサミで切ってって他から枝を出してっていうのを繰り返して枝数を増やして不必要な枝を落としたりとかして本当はハサミでやるっていうのが基本なんですけど、ただもちろん形を作るのにどうしてもこれもうここを曲げときたいっていうことだったら針金をかけることあります。アクション！で剪定なんですけど、突っ込んでくれんの？アクションそれ入れます？その動画にどっかで入ると思う。待って、アクションへのツッコミ？はい、いいですか？はい、どうぞ。アクション違うまあいいか、剪定なんですけど、そうですね、この長いのやろうかなと思うんですけど、目が見えます？これ2目ね。
はいはい、これ来年の芽なんですけど、まあ、ここまではもう切っちゃってここからここに芽があって次にあるのがここなんですよ。ここに芽があって次がここなんで、もうここでパツッと切っちゃっていいです。こういうふうに、ちょっと流れてて、でもこっちもう少し伸ばしたいなっていうことだったら別に切らなくてもいいです。本当にここは長すぎる、必要ないっていうところを切る。でこれも同じですね。ここにも芽があるんですよ。で今トップがここなんで、ここからここは間なんもないんですけど、もうここでパツッと切っちゃったりです。こんな感じで枝の全体のこの輪郭も整えると、まあ、次に春ですね、葉っぱが出てきた時に全体のバランスが良くなるんですね。なのでそれを今この葉っぱがない状態で剪定をするとすごく分かりやすいので、今のこの12月のこのタイミングでやっていいと思います。これ枯れ枝もあるんで、枯れ枝とかも枯れ枝ってなんか見たら分かるんですか？これとかそうですね、完全に芽がついてないじゃないですか。ああ、ちょっと白っぽくなっちゃってる。そういうのも切っちゃう。こういうのももう切っちゃっていいです。いらないんで。意味枝っていうのも皆さんネットとかで見たらあると思うんですけど、不要な枝、それを今全部話すとちょっとややこしいので、ぜひ調べていただきたいんですけど、その意味枝を調べて、あ、これ意味枝だ、いらない枝だって思ったらそれはカットしていいです。意味枝っていうのは本当それがあるだけでこう見た目が悪くなってしまう原因になってしまうので、この今ちょうど葉っぱがなくて剪定ができる時に切っちゃった方がいいと思います。なんかどこを切るとかあるんですか？あるっすね。伸びてるところだけ切ってるわけじゃないじゃないですよ。強いところを抑えてるんですよ。これ強い弱いってね、よく言うんですよ、盆栽業界では。強い弱いって言われても分かんなくないですか？分かんないです。分かんないですよね。まあ、強い、頭は強いですね、基本的には。枝の太さ、これがパイプだとしたら水分が通る量って太い方が当然たくさん通るじゃないですか。つまりその太い方が強いんですよ。たくさんエネルギーを持ってくるんですよ。別にパイプに例えなくてもよかったですね。そうですね。じゃ強いところって当然枝がたくさん増えますよね。木が判断してもうじゃ弱いとこ捨てちまえっつって、で下の方の枝とかを枯らしちゃうんですよ。もう強いところでだけエネルギーもらえばいいじゃんっていう。そういうのは効率的だってことになるね。生きていくためにですね。でもそれを抑えたいんですよ。やっぱり下にも大事な枝があるわけで、それを残したいんですよね。上の方たくさんあるからいらないやつはもう切っちゃう。でこの切った分が弱いところに流れるようにやるんですよ。だから長いところだけをやってるわけじゃないっていうのが一つ。あとはできれば枝にも動きがあった方がいいですよね。まっすぐまっすぐまっすぐやったらあんま面白みがないですよね。もうまっすぐならないように切っちゃうっていうのをやります。あれですね、盆栽の中で世界平和を実現するってやつですね。完璧です。これとかまさにそうなんですよ。これ見えます？これまっすぐとこっちに行ってるんですよね。まっすぐのこれ切っちゃったらこういうカーブがなるじゃないですか。そういう風にしてなるべくこう曲を作っていく。たくさん松でも結構やりますけどね。3つの芽があったら真ん中を取ればこういう風に分かれるっていう。まあでもやっぱ枝をまるっと落とすっていうようなことはしないんだ。はしないですね。例えばその下の強いところの枝についている芽は落とすとかっていうことはする。まああった方がいいですけど、さっきみたいに長くなってる部分のもう芽はカットしちゃうっていうことはします。あと枝が交差しないようにするっていうのがあるんですよ。なるべく枝は、まあ、こうあったらこういうふうに交差しないんですよ。正面から見てってこと？正面から見て。でもしどっちかを落とせるんだったら、落とすため短くできるんだったらまあ短くしたい。そうすれば交差はしないんで、なるべく交差しないのが理想なんですけど、まあ、枝が多すぎると、まあ、なかなかそうも言ってらんないっていうのは現実としてあるんですけど、まあ、一応知識としてそういうのはあってもいいかなと思います。これとかも本当は長いから間から芽が吹いてくれるといいんですけど、切ったところから芽が吹くとかいうわけでもないんだ。でもないんですよね。本当にこればっかりこっちが決められることじゃないんで、
この子が決めてくれるんで、それはもうこの子の目を出したところにこっちが合わせるしかないですよね。はい、こんな感じでまだこれ剪定終わってないんですけど、まずもう12時なんですよ。なので今日はこの辺にして。落葉して剪定したら、あとまた漂白と一緒でお水だけですか？そうですね。で落葉した後はやっぱ乾きもかなり鈍るんですよ。観察していただいて、乾きが鈍ってるようだったらそんな今まで通り葉っぱがついている時のような水のやり方はしなくていいと思います。かしこまりです。こんなところですかね。じゃあ次は1月、そちらも見ていただけたらなと思います。それではバイバイ、おやすみなさい。今日の盆栽はこちらの黒松です。値上がりっぽいかつ半券買いっぽい黒松ですね。樹齢は80年ぐらいはいってると思うんですけど、ボスが針金かけたんですけど、陣これもっと本当はもっと長かったんですよ。ここら辺まであったんですけど、その陣を作って後にボスが針金かけたんで、僕は陣を作りながらこれどういう風にかけるんだろうっていうふうに思いながら作ってたので、この完成形を見てはあ綺麗だなっていうふうに思った木です。